こんにちは、ハルトです。9ナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。眼頭病日記は、教材アナリストとして広く知られ、多くの著作を引きに送り出してきた森陽拓郎式が、自らの眼頭病経験について率直に負った貴重な体験記である。本書では、突然の眼原告から手術、治療、生活の変化まで病にとどう向き合い戦ったのかが詳細に描かれている。病気だけにとどまらず、闘病過程で感じた不安や恐れ、医療制度との関わりなど、精神的、社会的視点からも深く掘り下げられている。病理という予期せぬ現実を前に、人は何を考え、どう生きるべきかを問いかける本書は、多くの読者にとって自分や家族ががんと向き合うことになった場合に役立つ事件的な主言を提供する材料となるだろう。また、森王子の背筋かつユーモアあふれる文章は、苦しくなりがちな積もり日記を通しても読者の心を語るくし、読み手自身にも前向きなエネルギーを与える。がんは今日、日本人の2人に1人がリコ感すると言われる時代だ。だからこそ、自分自身や周囲の大切な人が病気と闘う可能性を想定し、あらかじめコロナ前を作っておく上でも、本書は非常に価値ある一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、がんの発見と診断に至る経緯。森尾作郎氏は、自覚症状がない状態で人間ドックの検査で偶然膵臓に病変が発見されたことを詳しく説明している。この発見まで自身の健康状態に特段の懸念を抱いていなかった著者が、突然の診断に戸惑いや動揺を感じ、それをどのように処理し受け止めたかについて書かれている。診断結果を受け入れるまでの心の動きがリアルに表現されており、同じ警護に置かれた患者やその家族らにとって参考になる話が詰まっている。また、詳細な検査や意識とのやり取りのプロセスも記述され、自分や家族が同じような状況になった時、医療現場までどう対応すればいいかという貴重なヒントを与える内容となっている。次に、闘病生活で遭遇した問題や葛藤、闘病期間にぶつかった多種多様な困難や問題について詳細に書かれている。顔という病気そのものだけではなく、治療によって生じる身体への変化や副作用に対処しながら日常生活を継続していく際の苦労について、著者自身の経験を詳細に明らかにしている。また、教材評論家として活動していた著者にとって、指示事と闘病をどう両立させるかという課題にも直面しており、社会人として闘病生活を送る際の現実的な問題を描いている。自分の価値観や人生観をも揺るがす、これらの経験を通して著者がどのように過ごし、いかに闘病に向き合ってきたかが語られている。さらに、家族や周囲の人々との関係性、がんという狩りは個人だけでなく、その本人を囲む家族や身近な人々にも大きな影響を及ぼす。本書では、著者が闘病を経て再認識した家族や友人、職場の仲間たちとの関係性が描かれている。具体的には、家族がどのように精神的、物理的に本人の闘病生活を支え、協力したのかを示したエピソードが述べられ、患者サイドと家族や周囲の者が互いにどのように関わるべきかについての考え方が提供されている。さらには、がん闘病中に人間関係の変化を体験した著者の気持ちの揺れや変化についても触れられており、家族や身近な人との伴の重要性や資源の在り方について考えさせられる。そして、医療制度との付き合い方、日本国内の医療制度がどのように患者をサポートし、同時にどのような限界や課題を抱えているかについて、著者自身の経験を具体的に教えて紹介している。がん治療には高度な診断や手術、治療が求められ、頻繁な病院や問屋必要となる。そうしたプロセスの中で発生する医療費用や公的、民間保険の活用法、医療機関とのコミュニケーションや問題解決方法についての具体的なアドバイスも含まれている。また、
日本の医療体制における課題についても触れており、患者としての知識や心構えをどのように持つべきか、具体力を通じて教えてくれる。最後に、がん闘病を通して見出した人生観や価値観の変化。筆者は、がんとの懸命な闘病を経て、自分の人生観や価値観が大きく変化していく過程を詳しく追っている。突然のがん宣告をきっかけに人生の意義や死生観について深く考えるようになり、それまでとは異なる視点で日々を過ごしたという。著者は自分自身との対峙を通じて大切にしたいことや不要であると気づいた価値観を明確に意識するようになる。このような精神的変容のプロセスが丁寧に描写されており、現在闘病中の人だけでなく健康な人にとっても自らの人生を見つめ直すきっかけとして役立つ話題や示唆が詰まっている。結論として、本書は特にがん患者やその家族だけでなく、医療従事者やいずれ訪れるかもしれない病気との片思いへの心構えを身につけたい一般読者にとっても大変有意義な一冊である。森王子の著著で具体的な体験談が綴られており、難しい医療用語を避け、読みやすさと理解のしやすさが追記されている。一方で、生きることへの根源的な問いに向き合える内容であり、多くの人がこの本をきっかけに自らの人生の優先順位や価値を再考するだろう。他の一般的な医学書や同病気記録とは異なり、この本では患者本人のリアルな視点に基づく事件的なアドバイスが得られる点が魅力的である。また、闘病中の精神的な困難に対処するための具体的なヒントも豊富に含まれているため、事件的で有意義な情報が欲しい人にとって信頼をしのけるガイドブックとなる。本書を読むことで、いざ自分が同じ状況になった詐取の覚悟と対処法を実前に考えることが可能になる上、心の準備という意味でも同意に役立つであろう。ご支援いただける場合は、森尾拓郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。